皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしています。私たちが今いる場所はバンフアベニューです。ちょうど1週間ぐらい前からこのバンフの大通り、ちょっとぐるっと回ってみようか。ぐるっと回って、この大通りが歩行者天国になりました。で、ずっと歩行者天国になってから撮ろうと思ってたんですけど、ずっと天気が悪くて、例えばこの寒かったりね。そうあとね、寒いのよ。で、この後ろにあるカスケードマウンテンっていうのも綺麗に見えなかったんで、今回はそのタイミングを見計らってここに、来てみました。それでは今日はこの歩行者天国、コロナ禍後から、恒例となったバンフの大通りの歩行者天国の様子をお届けしていきます。それではレッツゴー。それではスタート地点はこのバンフのダウンタウンの、端っこにあたるバンフアベニューとウルフストリートが交わるところ、ちょうどこの久美子の後ろ、あそこにビジターセンターもある分かりやすいところから、ダウンタウンの端っこからスタートしていきましょう。ゴーゴー。で、このバンフアベニューの歩行者天国は、コロナの時に飲食店とかを支援するっていうことで始まったみたいです。だから2020年からやっている取り組みで、今のところ毎年やってるよね。やってるね。だいたい5月の半ばぐらい、末や、半ば、なんかそのビクトリアデーっていうカナダのホリデー、休日があるんだけど、だいたいそのウィーク、週末から始まるみたいです。で、終わるのがサンクスギビングデーだったかな、10月の、これまた上旬ぐらいですけども、こんな感じで歩行者天国になると、いろんなお店がパティオ席、この道路上に普段バンバン車が走っているこの道路のところにこんな感じでお店を出していきます。ここはマサトが一番おすすめのパークデスティリリーっていうパークレストランです。ここ好きよね。自分でこのお店でジンとかも作ってるし、あといろんなお酒も、地元のビールもね、飲めます。飲めるね。バンフで明らかに一番人気の場所だと思います。雰囲気がいいからね。アベニューのど真ん中にあるし、で、冬の間はずっとこの道バンフアベニュー沿いは車が走っていて、ここを歩くだけでも気持ちいいし、例えばこうやってこんな感じ、こここはフォトスポットよ。そうやね、フォトスポット。イエーイ。この道路の真ん中に立って、このもうまさにこの画角、このカスケードマウンテンを望みながら写真を撮るのが、定番かな。そうやね。いっぱいおるよね、こうやって写真撮る。夏は特に本当に雪もちょっと溶けてきて何もなくなる状態で、空もめっちゃ青い空ですっごい綺麗だから、みんなここでよく撮ってます。で、カナダの、バンフだけかな、面白いのは、歩行者天国やりますって言ってから一気にバーンって全部のお店がこう道路上に机を出すんじゃなくて、徐々にお店ごとに自由にね。そう天気とかを見ながら、そのパティオ席のオープンを決めているっていう。なので、ある日突然用意ドンじゃないっていうね、徐々に始まっていくっていうのが、この辺のスタイルです。もう今日1週間パティオオープンして立つけど、私のお店は今日からパティオ席がオープンで、私今仕事終わりなんですけど、今日めっちゃ忙しかったなんかパティオ席だけで、普通のお店と外の席があって、その外のパティオ席だけで普通のお店分の1日稼ぐみたいな。そう、疲れました、今日は2人だけのサーバーだったのでそうドリンクも作ってとか。お店にとってはいいけど、働く側からするとね、かなり忙しくなるのがこれからの季節です。でも時間あっという間に過ぎるから。で、こんな感じでこの真ん中に立ってこういう画角で撮るのがこっちのお決まりの写真の撮り方です。結構活気が出てきたよね。そしたらダウンタウンのど真ん中の、カリブーストリートとバンフアベニューが交わる交差点、このスターバックスが入ってるこの建物、これが目印ですけど、このカスケードマウンテンを見て左側、こっち
にもいっぱいお店がずらーっとカリブストリート並んでいて、その反対側にはもういくつかこの建物沿いに、並んでます。食居酒屋っていう、日本料理が食べれる居酒屋なんかもありますし、その後ろに見えるのはトンネルマウンテンっていう、このダウンタウンからもだいたい90分ぐらいかな、行って帰ってきて、そんな山もバンフの近くにあります。多分今日の今の金曜日でこの感じだから、土日今週からどんどんやっぱちょっとずつ暖かくなってくるから、多分もう夏本番開始って感じだと思う、今日はまあ週末金曜日ですけど、ちょっと肌寒いよね。そう、肌寒いだけどめちゃくちゃ人おらん。すでにね、どこから湧いてきたんかってレベルでもっと夏はすごいからね。この歩行者天国が始まってから本当一気に人が増えるのがバンフです。でこの久美子の左側なんかはこんな感じ、パティオ席あるけど、まだいっかみたいなお店かな。こんなお店もあと1週間ぐらいしたら開くんじゃないね。でも開いとるね。開いとるけど多分誰も座り手がおらん。そうだね。パティオ席空いてはいるけど、ちょっとまだ肌寒いからお客さんはいません。でこの歩行者天国なんですけど、今バンフの街でちょっと問題になってます。そうだね。もともとはコロナで落ち込んだ飲食店とかを応援しようってことで、この道路を例外的に使って飲食店とかを応援しようっていう風な取り組みだったんですけど、さすがに今4年目かなになって、そろそろいいんじゃないっていうのと、あとこの大通りを車が通れずに横の通り、住宅街をバンバン車が通るんで、周りに住んでいる人たちが、静かに生活できないっていうことで、反対の声も結構上がってるようです、で今度8月に、来年以降もやるかどうかっていう住民投票ありまして、それの結果によってはもしかしたら2025年、来年はこの歩行者天国ないかもしれません。観光客にとってはいいことなんですけど、住んでる人も中ではそうではないし、あとはあれよね、この大通り沿いに面している飲食店は儲かるけど、そうじゃないエリアにある飲食店からするとやっぱ面白くないよね。フェアじゃないっていうことで、そういうのも分かるかな。いろんな取り組みをしながら改善していってるところです。でこの大通り歩いてると時たまこのバスがチリンチリンって鳴らしながら走ってきます。これロームバスっていうバンフの市バスかな、巡回してるバス。これだけはこのバンフアベニュー沿いを走ってるので、車が来たらちゃんと避けてあげましょう。この間撮った時なかったとこはあれじゃない？マウンテンウェアハウスっていう、なんだっけ、アウトドアのお店。バンフも結構お店の入れ替わりが激しくて、これは最近できたアウトドアのショップやね。かなり綺麗なお店です。結構なんか安くね、売ってるものはそんなに高くないかな。日本でいうとなんなんやろ、ヒマラヤみたいなやつのヒマラヤのもうちょっとハイキングとか、レイクスポーツにそうだね、フォーカスした感じ。外観もかなり綺麗ですが、ちょくちょく1年も経てばやっぱり新しいお店が 2,3 店舗はできているみたいな感じです。ちょっとここもなんか人が盛り上がったのね。さあこの辺りもパティオ席がにぎわってます。今時間はちょっと待ってよ、5時半過ぎたとこかな。今5時半過ぎですけど、こんな感じ。パティオ席晴れるとすごいよね、ここはしかもね日当たりがいいからね。やっぱり立地でもかなりこのお店のにぎわいが、こっちはいっぱいいるけど反対側ガラリーンって感じ。これでもやってないね、まだやってないお店もあります。でこのマクドナルドもしっかり なぜかパティオ席でも意外に人気よね。そうこれマクドナルドにとってなんか意味あんのかなっていう感じするけど、
マクドナルドもしっかりパティオ席がこんな感じで用意されてます。夏のマックは忙しそうやもんね。わあ、バーベキューの匂いがする。美味しそう。ここもパティオあるけど何もない。ここはアネホーかな。あとほんと1週間ぐらいやろね、全部揃うのは。ほんと来週の半ばから徐々に天気が良くなるような感じやった。天気予報を見る限り。ここどこのやろ。ハイローラン。あ、今日はあそこのビールのテラス席が。ここのバンフアベニューブリューイングカンパニーって私たちが一番好きな、ブリュワリーかですけど、ここはパティオ席なのかな。この目の前にこれはパティオ席。パティオ席もあるけど、ここで人気なのはここなんだっけ、上のテラス席。この上にある、ここに今すごい人が並んでますけど、このテラス席がおすすめです。ただこの時間帯になるとこれ反対側がね、こんな感じ、超眩しい。もうねがっつり西日が当たる場所なんで、かなり、気合が必要な、サングラスは絶対必要な席です、ね。まあでもなんかこんな感じでだいぶダウンタウンも端っこまで来ましたけど、こんな感じで見てみると、まあ、夏が来たなって気はするよね。でもやっぱ気持ち少なめやね、今のところはまだ。まあ十分おるけど、冬から比べると。で久美子が働いとるレストランでもパティオあるんよね。パティオあります。でなんか注意点とかあるの？注意点は特にないかな。まあ勝手に座るようなことをしない方がまあいいかなって感じだけど。予約はできるとことできないとこがあるから、私のとこはできないんで、なんかホストって言って受付してくれる人がいるところにとりあえずみんな待つって感じかな。だからまあ外の席だからって言っても、まあルールは中と一緒、ってことよね。と思う。あとはあれだね、外で食べることになるんで、これ夏7月8月でもパティオ席で食べるんなら、絶対上着がいります。ちょっとあった方がいいよね、夜とか特に。日が陰ると一気に気温が下がるんで、上着は必ず持ってパティオ席を利用しましょう。5時半過ぎ。5時半過ぎでも、あと4時間明るいです。だからまだ街に帰ってきてない人も一定数おるよね。おる。まだまだこれからどんどん人が帰ってくるような場所です。はい、というわけで、今や夏の毎年恒例の行事っていうのかな、イベントになりましたバンフアベニューバンフ大通りの歩行者天国の様子お届けしていきました。あと5ヶ月ぐらい4ヶ月ぐらい、この歩行者天国続きます。これからカナディアンロッキー観光に来る人はぜひこの大通り真ん中を歩いてみてください。で天気がいい日なんかは外でご飯食べるとより美味しく感じると思います。でこんな感じでこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから楽しいことをお届けしていきます。これからもどんどん情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。